もう一回エンジンやります。はい、やりました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ジュバンってやるやつね。ジュバンってそうです。あ、一緒だ。表現力。水素も。今のと違う。りょうさん、りょうさん。あ、森友さん。あ、ご無沙汰しております。すいません。先日は早速。もうちょっと舐めてる。いやいやね、まあ正直言うと舐めてたのかもしれない。正直言うとそうかもわかんない。で今回はですね、スーパー耐久の魅力をより皆さんに知っていただくために車好きの友人に来てもらいました。今登場してきましたよ。おはようございます。おはよはい、ロンドンブーツりょうさんでう。す。どうも。おはようございまおはようございます。あ、ちょっとす。もう一台86。 86。後輩のドローン芸人で僕の車仲間のはい、名前自分で言って。どうも、ドローン原理の谷プロさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。車好き仲間で俺の YouTube のやつとか手伝ってくれてんの。はい。うわー、来た。ロンブーリョウさんは自身の YouTube チャンネルで車愛を爆発させている超車好きおじさんやってるもう。うわ。というわけで今回は特別企画リョウさんと一緒に裏側も含むスーパー耐久レースの魅力を存分にお伝えします。24、5年前ですかね、にロンブーのバラエティ番組、私初めてバラエティを担当した番組で、そうねご一緒させていただいて、はいはい。僕は報道の道に行きましたけど、そうだね連絡は取り合って、歩道行ってで、はいおーって褒めたりしながらだけどバラエティ戻ってきてねって言ってもいやもうこっち側でみたいな。そりゃそうよね。あの時僕はまだはい2年目とかね、3はいはい年目の若い頃についてたので、こう皆さんの中でもね一番下という感じで可愛がっていただいてね、可愛がるなんてあれですけども、バラエティ出てた時と違ってどんどん偉くなっていってました。偉くなってきました。偉くなってたよ。素晴らしい。いやーそれでね、うん。このトヨタイムズ初出演ありがとうございます。ありがとうございます。ただね、愛車お越しいただきました。すごいいい音で来ましたけど、申し訳ない。僕には T には見えないんですよこれが。これだけど H に見えるんです。H なんだけど半年に1回ぐらい変えてる。はい。これもうすぐ変える。もうすぐ帰る。もうすぐ変える。今度次はリトラはい。今見に行ってんのが、はいセリカの VR、おーセリカの GT4 のおお。 T165 のやつと、はいはい。まあごめんなさい、日産の180とか、セブンとかプレリュードとか見てきて MR2 も見た。それで一番熱いのいやもしかしたら、車ほんでまたこれぐらいの年代が好きだ。旧車がね。今ここは乗っとかんともうなくなっちゃうんで。はいはいはい。今回リョウさんに番組出演をしていただくことになったのは秋代さんとの偶然がたくさん重なった奇跡的な出会いがあったからなんです。僕がラジオをやってた時にそのラジオが、あるテーマでいつもその2時間話すみたいな、はいはいそれがスピーチの話やったのよ。はいはい。ほんでスピーチの話ってオートサロンで見たはい豊田章男さんのスピーチの話になって、りょうさんの中でだからはいスピーチがうまい例としてうん秋夫さんを挙げたんですよ。そうそのラジオで話してた、はいもうほんでまた僕車好きやから、ハート掴むのがめっちゃうまいんよ、はい心を。どういうコメントが刺さいりました？ややっぱりね社長時代と会長時代のコメントの違いも好きやし、はいはいはい。社長時代の時に言ったらあの時脱炭素でめっちゃ言われてる時代やんエンジンのこと。だけど僕は音がうるさくてガソリン臭くて野生味のあるエンジンが好きなんだよなって社長の時にそれ言うの言っていいのみたいなんでまず一回ガチッと掴まれて、はいはい。ほんで会長になって一番最初のモビリティショーじゃあオートサロンかオートサロンねオートサロンの時に今年のねこれなんか言うぞっつってさっきカメラ回ってるはいはい谷と一緒にはい。ちょっと聞きに行こうぜもしかしたら何か言うかもわからんっつって取りに行ってた。そこで出た言葉がそうでももう一回エンジンやります。はいやりました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しそう。ありがとうございます。またね、撮りながら嬉しそう。あれ嬉しかったよね。嬉しかったもう。言ったよねだけどこちらがりょうさんが魂を揺さぶられたという森蔵さんこと車好きおじさんのスピーチ。カーボンニュートラルに向けた現実的な手段としてエンジンにはまだまだ役割がある。
この時代にエンジン逆行しているように聞こえるかもしれませんが、決してそんなことはありません。エンジンを作ってきた皆さん、エンジンを作り続けましょう。今までやってきたあなたたちの仕事を絶対に無駄にはしない。仲間たちにこの声がしっかり届いてほしいと思います。それをラジオで嬉しそうに今みたいに喋ってたら、会長がマッチさん、マッチさんのラジオに出演するために文化放送にそこに来てる途中に聞いてたらしい。それで今自分の話されてるから聞いてて、誰ってなったら俺がなんかどうやら喋ってる。ほんでラジオのブースのとこに喋った後に明夫さんがピュッて出てきてそれに聞いたいいか分からんくて、ほんで俺パニックになってアナウンサーに「明夫さん明夫さん」みたいな。ほんで CM 中に出てって写真撮ってもらって、あれをもらって、なんかトゥータイムズ出ませんみたいなこと言われて、そうトヨタイムズ出てよみたいなこと言って出てよってみたいな感じやって、そんなんて社交辞令的に思うやん、当たり前やけど、いやぜひ出させてください。でそっから今に至る。びっくりした。明夫さんからも会った後 LINE が来て、会ったよって言って写真が送られて、明夫さんと松さんとスリーショット。オープニングからめちゃくちゃ長くなっちゃいましたが、りょうさんと巡る S 隊の魅力スタートです。ちょうどルーキー32号車、あれ水素液体水素、水素エンジンのやつすげえ。ここ人気スポットなんです。いいね。まだその予選に入る前だからそこまでピリピリじゃないね。多分のほほんとした感じ、少しまだのんきな感じがするのがいい。いいですね。こうタイヤ見るだけでちょっとテンション上がる。本当だ。こんなにすげえすげえ。やばい、距離でっかくなる。うわめっちゃすげえ。めっちゃテンション上がる。うわすげえね、タイヤ取りに来たりもできますからね。すげえ。これなかなか見れない。こんな一気にやるんだ。ほんでこれで運んでゴロゴロゴロだね。すごい。そこレースがみんな思い出した。うわ楽しい。音がいいね。マイペースで S 隊を満喫するりょうさん。そんなりょうさんが S 隊を一から学びたいと言い出したので、ある方に突撃訪問することにしました。すみません。スーパー耐久機構のトップ。レースっていうことは分かってるけど、他のレースとどう違うとか見どころがどんなんなのかとか把握しないまま来てしまいました。申し訳ございません。スーパー耐久は、通称 S 隊って言います。ニックネームみたいなもんですね。1991年から続いているレースで、日本ってこういろいろなレース、世界もですけどいろいろなレースがあるんですが、主役はアマチュアドライバーの方です。で、アマチュアドライバーの方だけで、チームを組んでらっしゃる方もいらっしゃれば、プロが先生役に入ってアマチュアのドライバーの方を教えて差し上げてるっていうところもあったり、まさにルーキーレーシングがね。そうですね。ということです。という意味ではルーキーレーシングの森蔵さんもアマチュアドライバー枠っていうことなんですね。プロみたいに速いですけど。じゃあ登竜門的な感じで参加もしやすいってことですか？登竜門としてその若手の方がたくさん走って、もっともっとこう高いレース、高いプロレースの方に行くっていう方もいらっしゃいますし、あとはもう完全にもう趣味のレースですね。他のだからレースとかよりもちょっとお祭り感がある感じ。そうですそうです。そんなイメージね。森蔵さん曰くは村祭りとおっしゃってるんで、本当に村祭り。ここはもう非常にゆるい感じの空気が流れていて、みんなもう集まって盛り上がろうぜが一番なってるところなんだ。へえ、わかりました。なんとなくしっくりきました。あとはレギュレーションの中で、やっぱり開発車両が出る ST9 クラスがあるっていうのが特徴ですよね。そうですね。ST9 クラスっていうのだけが、その開発車両、いわゆる、なんですかね、水素が、水素がありますよね。
あとはカーボンニュートラル燃料っていう、そこのクラスっていうのの皆さんは順位はつかないんです。要は未来に向かって挑戦しているので順位はつかない。もっといい車作りの現場がここにあるっていう。なるほど。そうですなるほど。ただコンマ何秒でね競うっていうんでは勝てないレースなんです。やっぱ長いっていうことは亀さんの方が勝つこともあるっていうような面白いレースなんで、あれは水素のやつってあるじゃん、あれどれぐらい入れる燃料？それはあれどうなってるスイスの人に聞きましょう。あるまだ聞けんの？いますんで、はい、聞けんの？紹介しますんで。わあやった、いやでも勉強になりました。知らないことだらけだったらすいません。突然なのにすごくわかりやすい説明していただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、お邪魔しました。突撃とはごめんなさい。ちょっと言ってくださいよ。すいません、突然。いやとんでもないです。まだ回ってますよ。もうやめて。勝手に自分の中でカット。続いては水素エンジンを学びにピットへ。するとその途中いろんな人たちに会うわレクサスのプレジデントです。大会はやっぱ来ますか？はい。やっぱ違うんですね。お祭り感がある。みんな集合するんですね。いいです。こうやって偉くなってもこうやって現場に来るっていうのが豊田章男さんからのこう DNA といいますか、なるほど。トヨタのいいところなんです。ルーキーレーシングのプリティで台湾からね、台湾来て、はい、どうも来てるじゃあ皆さん。そしてチームテントの前を通るとドライバー陣の佐々木さん、そしてラトバラさんにも。ラトバラさん。はい。こんにちは。お元気ですか。同じチームで走るんですよ。ここがこういうような組み合わせも普段はないってことですね。はい。ないです。はい。ないこんなことないんで、すごく光栄ですし、面白いです。そこにマッチさんがいたり、小倉クラッチの小倉社長がいたり、森蔵さんがいたり、はい。そういう本当になんだろう、ドリームチームというか、はいなのでスタートが一番のエースが行くと思うので、誰が乗るか期待してるんで、スタートが一番最初の見どころだから、はい誰が予選とかはだけどどうするんですか？予選は誰がどう行くとかなんかあるんですよ。予選は、決まりがあって、はい計測がちゃんとできるのが、A ドライバーと B ドライバーの2人なんです。へそれが森蔵選手と僕です。えはい。森蔵さんね、森蔵選手早いんです。むちゃくちゃ速いです。あ、そうなんですか？はい。リアルに速多分ね、一緒に乗ったらびっくりします。マジで？あ、はい全然そこは知らなかった。はい。で実は本当に、僕らより本当にね、ほんとちょっとの差で走ってくるんで、スキルがだいぶだからプロドライバーの2人が焦る時があるんですよ。はい上野さんが走った後にね、タイム見て。はい。それぐらい今スキルが上がっててめちゃくちゃ速いです。あ、そうなんですか？はいや、もちろんレースに参加してんのは知ってたけど、タイムそんなんって知らなかったです。時間がないです。あ、森田君、はい。トヨタイムズスポーツやってる森田君ですけれども、この中が見れるだけでちょっと楽しいんで、今佐々木さんにもいろんな話聞いてたんで。いや、そうっすよね。水素エンジンなんてなかなか水素見に行きましょう。はい、行きましょう。じゃあぜひ行きましょう。ちょうどいい。ついにだ。ついにだ。あ、今いた。どっか行っちゃいました。車検行っちゃった。いや、車検行っちゃった。車検行くとは言ってたよね、ずっと。あ、行っちゃった。でもほら、液体水素開発チームの山本さん、液体水素液体水素で今前まで気体だったんですよね。なんか燃料のチャージってどれぐらいで1回とか、そう充電、他のガソリンと比べてどうとか、なんかその辺はどうなんですか？はい、今充填して駅が流れてる時間で言うと、1分から2分ぐらいで充填が終わっているので、まだガソリンに対しては勝てないんですけど、本当に最初の機体の時に比べると非常に短くなってます、今年の目標は30ラップ。30ラップで1分ぐらいかけて30ラップっていうのはものすごいことなんですよね。そうですね、機体の時ははい12周でしたから、へえ。あら、 2倍以めっちゃ伸びた。上に、はい、言ったら、ガソリン車は40やけど、水素は、20とかやったらちょっと多くなってってもう意外ともうそんなとこまで来たんですね。面白い。機体はですね、設備が大きかったのでピットを駐車場を使ってやってたんですよ、なんですけど液体になって非常にコンパクトになったので、このガソリンと同じようにピットで充電ができるようになりました。
それも見に行きますか。あれどれこちらから見たい岩谷って岩谷カセットコンロのタフマル君のタフマル君って野球タフマル君の岩谷がマジでこれですよ。これで充填する。あーかっこいいかっこいいなかなか近くで見られないですからね。待ってめっちゃかっこいい逆に言うと今じゃなきゃ見えないですよ。すげえ近くで。ジュバンってやるやつねジュバンってそうジュバン。あれ一緒だ表現力水素もガチャンってはめるやつねはあ佐々木さん乗ってても、もう液体水素車両は全然レースいける感じですね。いけますよ。パワーはもうね、ガソリンエンジンと変わんないんですよ。パワー一緒なんですごくいいんですけど、実はシステムがまだ重いんですよ。あそこに実はタンクがあるんですけど、というわけで急遽開催、佐々木先生の楽しく学べる最新液体水素カローラの授業です。今までこういうタンク使えなかったんです。法律上で。丸だけじゃ丸じゃなきゃいけなかった。へでそれだとスペースもったいないじゃないですか。だからこういう楕円にして容量をすごく大きくすることによって航続距離が今伸びるんですよ。それが30ラップにつながったってことねだから 1.5 倍の量入って、その代わり 1.5 倍重いんですよやっぱり。ああやっぱだからそうすると車体をじゃあ軽くしなきゃいけないっていうところで、去年と同じところに持ってきたっていうのがすごいところ。なるほど、要は強度が楕円になると弱くなってしまうんですよ。で円の方が強度が高い。強いからはい。だから法律とも一緒に戦いながら航続距離も伸ばしてるんですよ。なるほど、この1年の間に法律許可を取るのも大変だったんです。なるほど強度変わってないじゃないですかっていうのを申請するとこもやったってことね。そうですなるほどなるほど、あと中も大変なんですよね。だから丸じゃなくなったことによって圧力が変わるから。そうですね、圧力が均一にかからないので中に補強剤を入れて対応しています。レーサーの人ってそこまでみんな把握してるの？この人は特別です。はい僕は大好きなんで、ルーキーの人はみんな特別よね。そうですね。何でも自分でカスタマイズしないと気が済まないカスタマイズ王子って言われてます。はい。だからもうこういうような知識も入れておかないと。僕ねあれなんですよ。整備士として多分日本一早いんですよ。でレーサーとしては日本一整備に詳しいんですよ。今そういうところがなるほど。僕が今こうやってやれてる原因がそこかなと。レーサーの中で日本一やんちゃだったかも。やんちゃじゃないです。それではないです。これもう一個すごいのいいですか？いいですか？楽しい授業はまだまだ続きますよ。詳しいことは山本さんが説明しますね。ものすごいシステムがついてて、これちょっと見てわかんないと思うんですけど、わかんないこれ CO2 を回収するんですよ。要はどっから二酸化炭素どっちから空気上。イメージしてください。あそっかそっかそっかルンバをイメージしてください。そっか走りながらどんどんゴミ回収しますよね。二酸化炭素も回収できちゃったらすごいんじゃないの？カーボンニュートラルどころじゃないんじゃないの？カーボンマイナスになっちゃうよ。そう。要は空気中の空気を吸ってエンジンをこう燃やすじゃないですか。水素を燃やすんですね。そうすると二酸化炭素は出ないけど出ずに水が出ますよね。出ますね出ますよね。でも二酸化炭素は減ってないんですよ。出さないだけで。でこのカローラは実は二酸化炭素を吸うんですよ。要は空気中の二酸化炭素を分離して二酸化炭素だけを貯める装置を作ってるんですよ。だからむしろ空気中走れば走るほど二酸化炭素が減るっていう車なんですこれ。車にはつけてる。いや意味わかんないんだけど。だからもうそこまで今実験始まってるんです。そっか今は大気汚染の原因とされてきましたけれども、将来の車は空気をどんどんきれいにするっていうものになるんです。ほこれがう空気清浄機車そういうことです。そうです。それはQ だっけクラス STQ クラスがあるからいろんなことやってるんだ。データ取りだ。面白い。まあある意味実験もやってるってことだねレースしながら。そういうことです。ほらエンジンでできるじゃん。そうなんです。それでしょ？来ましたね。ほれこれです。ほれ音がありますからね。ね。ほら。佐々木さんの授業に大満足の亮さん。その後も液体水素カローラが車検から戻ると子供のように大はしゃぎ。嬉しくなっちゃった。触っちゃった。今こんなんなんだ。触っちゃった。自分でトライしてた。なかなか見ないですね。見ない。すげえ。ここスピード以外もラップも出るってことこれ。ラップも出ます。亮さん、さすがに邪魔なんで退場です。連れてかれた。ありがとうございます。
すいません、お邪魔しました。ごめんなさい。すげえ。でも車体だけでなくタイヤの作業まで一つ一つじっくり見学をするりょうさんを見ていますと、本当にこのおじさんも車が好きなんだなぁと、なんか微笑ましく思いました。市販の僕と違うもん。りょうさん、とその時でした。森戸さん、あ、ご無沙汰しております。すいません、先日は早速ありがとうございます。トヨタイムズに本当に呼んでいただきありがとうございます。いやいやもうめっちゃ嬉しいです本当だったらもっとスタジオにね今度来てもらった方がいやトヨタイムズの主筆なんで許可があれば全部できるんですよ。あ、そうなんですか。僕だけどこういうのは現場で見てる方がめっちゃ楽しいんですけど今あんまり裏側見たことなくてめちゃめちゃ楽しいです今。もっと見たいとかあります？もう今いろんなところで見させてもらって水素のやつは水素エンジンができてるっていうのはみんな知ってるとは思うんですけど、あんなタンクがあんなになってるとか全然知らなかったです。ああいう面白いです。岩谷さんとかねタイヤさんとかああいうそのエネルギー作ってる人、運んでる人、はい。ああいう方々と一緒じゃなきゃできないですよ。車のことを楽しんでるのはめっちゃ楽しんでます。本当に。そのね、その全身から溢れる楽しさを多くの人に見せるバラベリーです。それとこのスペシャルなこのトーク、いやスペシャルじゃないですよ。多分佐々木さんに全然人を負けてるんです。巻き込むこの笑顔素晴らしい素晴らしい。大丈夫ですか。もうめちゃめちゃ今楽しくて仕方ないです。知らないこといっぱい知れて面白いです。はい、私のことも知ってね。いや知ってますよもちろん。っていうかそうただ単にうんレース出て速いのは知ってたけども、プロのドライバーから聞いてもう本当にびっくりします。タイム聞いてちょっとびっくりした。びっくりした。ってことはちょっと舐めてる。いやいや、まあ正直言うと舐めてたのかもしれない。正直言うとそうかもわかんない。もうちょっと道楽ドライバーのイメージ、すごい言葉悪く言うと、ね、それと周りの頃も忖度してるだろうなと思うでしょ。ちょっと思ってたんですよ。タイム見て違って、ちょそうっとどういうことか意味がわからない状況に一回なりました。本当にみんな言ってんのがやっと理解できました。リアルですから。リアルなんだって。リアルね。すごい。いやだからラジオのね時にあったきっかけでここまで。ちょっとラジオ呼んでくれません？いやあのラジオ、ほんであのラジオは終わったんです。マジですか？本当に終わる前にショック。ショックでしょ。あの番組は終わってしまいました。はい。そればっかりですね。そうなんですよ。やっぱだけどもう一回今回のオートサロンの時にエンジンやるって言われた時はもうわしづかみされましたよ。めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや嬉しかったです。ぜひ今回のはい。スーパー耐久で森蔵さんの走りもね見注目してください。注目させていただきます。森蔵さんのライバルたちいますからチーム内に。チーム内にね。そうタイムのマッチさんもだから走るわけじゃないですか。それもやっぱ不思議というか、いやしかも日産のレーシングウェアで出ますから。そんなんをやってることもやっぱたまんなく嬉しいです。森蔵さんしか実現できないことですから。すいません、トヨタイムズに僕ホンダの車で登場してしまいました。それも全然ありって言ってもらって、そういうのとかもすごい嬉しくて、普通のメーカーさんあんまり嫌がるじゃないですか。普通はね。はい。僕全然嫌がる。でしょ。そう。ありがとうございます。出させてもらいます。次はトヨタになりそうな予感がします。なのでこんだけしてもらったら次多分トヨタ選んでると思います。買いに行きますね。はい。いや本当にこんな機会をいただいてありがとうございました。本当にありがとうございます。楽しかった。今日で帰っちゃう。今日もう仕事がずっと。そうだ。お忙しい方で。間来ようかなどうにか。はい。皆さんもスーパー耐久の現場にぜひ来てくださいね。うわー嬉しい。